飯旅 Season 4今回の飯旅はガチでまた食べたいカタのウニから10です。今年もこの季節がやってきた。年々取れなくなっていくウニは今や高嶺の花になりつつあるわけで、それはウニをたらふく食べることを楽しみに北海道をやってくるウナーの心を踏みにじっているわけで、前略おふくろ様、最近聞こえてくるウニちゃんが海から消えたという不良の噂、カッパと呼ばれた海の男にとっては聞き捨てならないわけで、ってことで高騰が止まらないウニ事情について調べてみました。それでは早速Let's get it started. 1. Shakotan Shokdo Wushio。 北海道のウニシーズン到来でございます。朝6時半に家を出てはるばる来たぜシャコタンが、しかし晴天だけど海がしけっとる。正しくはしけてるね、はい、というわけで食べてみたかったシャコタン3番風に2024夏。さてウニ丼はとなに 18,800 円だと、いささか高いがこれも調査のためだ、仕方あるまいと注文しようかと思いきや、グリーンが断固拒否。18,800 円だよ。18,800円。それなら普通にお寿司屋さん行くっしょ。意味わかんない。まあ確かに面とも飛び出す系の値段だったね。どうなってんだウニ事情。バフウニの相場がやばいらしいね。競り値がグラム1万円超えちゃってるっちゅうからね。シャコタンの漁師直営の店でやっと1万円切るぐらいでウニ丼出せるかなって感じのウニ丼状態。こりゃあもうシャコタンさんには手が出ないね。というわけでカツウニをいただきましょう。トゲトゲがうにょうにょ動いてる。意外とカツウニ安くてびっくりしたんだけど、まあこれぞウニの味だね。浜で潜って取ったウニ食べるときはこういう感じ。ほんのり甘みあんだけど、塩水の塩辛さやウニが食べた昆布や不純物が混ざってっからジャリッとしてたりしてね、いまいちなんだよね。それはね、バフンでも一緒。ひょっとするとこれ割ってみて身入り少ないやつがカツウニとして出されてるのかもね。なるほど。初めて食べた。これウニ丼だと10個分とか使うんでしょ。大変だね、身を取り出す作業も。ああ、手間賃もかなりかかってると思うよ。とりあえずシャコタン小樽界隈のバフウニはべらぼうに高いのは確認できましたね。でもレブンさんや道東さんは比較的安定してるみたいなんだよね。なんでシャコタン小樽だけね。 2. Shakotan Rinko。日本の渚百選の一つでもある島向海岸。島向海岸へ抜けるトンネルの横にあるお店。初めて来たけどさ、島向海岸って綺麗だね。マジ？あれ連れてきてないっけ？来てません。あれおかしいな。それ違う人です。そのようです。高校生の頃はよくここでウニ取りして遊んだもんさ。前はこれ下まで降りられたんだよね。だけど今は閉鎖中なんだね。下までって断崖絶壁よ。そうさ、結構厳しい道のりだけども、だから綺麗なのさ。めっちゃ綺麗なんだぜ。透明度が半端ねえ。沖縄とかグアムの海も綺麗に見えるけど、入ってみると水は濁ってんだよね、割と。ここはね、もう海の底が濁って見えないんじゃなくて、深すぎて見えないところまで見えちゃう。怖い。マジ怖いぜ。バフウニ丼小さめながら 6,600 円とかなり良心的に提供してましたね。これは今回のシャコタンを調べた中では一番安いんじゃないかな。この日も1食分だけ残ってますよってね。固定料金だから仕入れの値段が割に合わなければないし、1日何食分って提示するのも難しいって嘆いてらっしゃったね。そうそう、ニュースにもなってるけど本当ウニ事情は深刻だね。大変なのがひしひし伝わってくるわ。売り切りなのであるかないかは行ってみないとわからないので足からずってことでよろしくしなちく。 3. Yoichi Kakizaki Shoten。札幌から車で小1時間、小樽からは30分くらいですかね。飯旅ではおなじみ柿崎商店さん。
お昼時は平日でも駐車場パンパン、食堂はもちろん大行列でござい。すごい人でしたね。皆さんよくご存知でらっしゃる。柿崎さんはシャコタン小樽さんにこだわらず、その時々で安く入るウニを提供してくれるのでリーズナブルなのよね。小樽シャコタン界隈以外のウニは馬糞紫ともに価格が安定しているようなんでね、安めに調達できるみたいです。産地にこだわらなきゃダントツで安いんじゃないかな、ここ。そうだね。さすがは柿崎さん、ありがとうございます。塩水とオリの両方を提供してくれているのもありがたい。食べ比べは破産コースの金額になっちまうけど、やっぱオリウニが美味しいよって出し方してるよね、柿崎さん。そうそう、やっぱりオリウニが一番高級なのね。オリの赤ウニ丼食べてみたいね。ああ、食べてみたいね。この時ちょうど余市神社のお祭りでさ、こういう行列って珍しいよね。うん、初めて見た。いいね、日本の伝統って感じでね。4. Shinkatoni, Nagoya Kate. 釧路発祥の回転寿司チェーン名古屋家庭さん、札幌市内9店舗を展開中。車じゃないと行きづらいかもだけどね。ああ、郊外店が多いからね。紫ウニだが後味のすっきりしたウニだというパイセンの投稿写真を見ると、なかなかのウニ加減でしたんでね、いただきにやってまいりました。はい、こちらレブンさんの紫ウニ、もはや1貫649円ってのは安い部類？そうだね、1貫700円だの800円だのの世界になっちゃってますんでね、回転寿司でも。そうね、手でないな。だ。5. ニューヨYoichi, Aberrand Hotel. 夜市にあります超バブリーなホテル。ゴルフ場も併設されているのでね、久しぶりにゴルフも行きたいところですが、今回は日帰り入浴&整えだけのためにやってまいりました。石とレンガで積み上げられた玄関、まるでヨーロッパのお城のような佇まいですね。ゴルフコース横には滞在型のログハウスがあったり、完全リゾートですね。買っちゃえっす。日帰り入浴は11時から18時までとちょっと時間早めですが、なんせ貸し切り状態というのが嬉しいじゃないですか。そうなんだよ。全体的に広くはないんだけど、大理石造りのゴージャスな浴場にログっぽいサウナがいいですね。サウナの窓からもゴルフコースが見下ろすことができて、コースを眺めながらのんびり入れるのは最高でしたね。マジ貸し切り。妄想トークすらできずじまいでしたが、ちょっと寂しかったね。王様の気分でサウナ満喫でございました。かなり優雅な気分味わえるよね、あそこ。なんだろうね、ゴルファーは随時風呂には入ってくるんだけど、全然サウナに入らないんだよね。そうそう、どうして？ねえ、もったいない。ただ露天風呂のお湯が張られてないのはちょっと残念でしたね。そうなの、コース見下ろしながらの露天風呂入りたかったな。ね。 6. Otaru, Rin-Yu Asaichi. 観光客ホイホイゾーンは避けてこちらの市場に来てみました。はい、こちらでもバフンウニが取れないという嘆き節が聞こえてきます。小樽産の紫ウニは2500円ぐらいから手に入れられますね。ただバフンウニはニュースでも取り上げられている通り、ほぼ取れないそうです。去年から海水の温度上昇が原因でバフンが育たないんですって。地元の漁師さんもバフンを探して時間を割くより紫ウニを取っていかねば食べていけないってね、切実なお話を聞かせてくださいましたね。イカは取れないわ、ウニは取れないわ、毛ガニも取れないって、北海道の海の幸が本当になくなっちゃうんでないべかね。え、こちらの南樽市場も駅前の観光客ホイホイゾーン某市場とは比べ物にならないプライスでいろいろ売ってましたね。はい、根室産のバフン塩水ウニが3000円とか3500円ぐらいかな。小樽産の紫ウニは3000円以下で手に入るわね。で、小樽産のオリウニっていうのを買ってみたんだよね、紫ウニの。そうそう、市場のおばちゃんが塩水よりオリの方が絶対甘いから食ってみれ、考えたらわかっぺ、吸ったらもう塩水なんて水っぽいべ、塩水使ってんだもの、頭使いなさいってね。ねえ、おばちゃんに言われて食べてみたけど本当だったね。寿司屋は今ほとんど塩水使ってくからさ、確かに水っぽいっちゅうか塩辛いっちゅうか、なんか物足りないんだよね。
織ウニは濃厚で甘い。昔は明晩の苦味が気になるのが多かったけど、この小樽産の織ウニは全然明晩臭くなかったね。全然いける。中華塩水より好きかもね。おばちゃんありがとう。7. Minami Yon Nishi 2 Pasel Lu。 札幌市内でウニを言うたらやっぱ回転寿司かしら。でも開店からご覧の行列です。すすきの界隈で安くて美味しいお寿司はココパサールさんか、ココのすすきのに花丸さんができたので2択でしょうか。もち高くって美味しいお店はいくらでもあるんですけどね、すすきのには。そうだね、寿司三昧も美味しいんだけどね。北海道来て寿司三昧行く人はあんまりないっしょ。そっか。北海道観光シーズン真っ盛りって感じ。やっぱコロコロ引っ張って旅行で来てる方が多いようですよ。ああ、ここに並んでるのもほぼ旅人さんでしょうか。花丸さんより並んでたね。超久々に来ました。ここはよく来てたんだよね。シャリが小さいのがお気に入りポイントなのさ。めっちゃシャリちっちゃい。これいいね。何個でも食べれちゃう。回転寿司のシャリは全体的にでかすぎるんやね。これぐらいがいいわ。なんとウニは余市さんのバフウニでしたね。まさかのすすきので、しかもお安く食べられるなんて東大元暮らしですね。バフン1貫400円はかなり安い。こりゃいいわ。まさかの回転寿司最安値ですよ、すすきので。バフン1貫400円はこりゃ並ぶわな。コレア人も並んでたね。でもさ、バフンってウニのこと知らない人が聞いたらなんて思うのかしらね。だってバフンよ、バフン。確かにそう言われりゃそうだね。ガキの頃からウニはバフンと紫って全然気にしてなかったんだけど、確かにバフンは馬のクソだからね。だからお店ではあれじゃね、赤ウニとか白ウニなんて呼んでんじゃね。ああ、そういうことか。もうちょっと素敵な名前希望。だって高級海産物なんだからさ、バフンってねえ。パサールさんは17時オープンなんだけども、オープンからすごい行列なので、開店の30分ぐらい前には行かないと1時間以上待たされるんじゃないかな。したかんだね。あとは思いっきり遅い時間に行くからね。まあそうするってとネタがあるかどうか問題っていうのが出てくると思うけど。そうだね。シャリ小さいから皆さんたくさん食べらっしゃるからね、開店しないのよね。食べらっしゃる。8. Kita Yon Nishi 23 Tolly Tong。 はい、回転寿司のウニ事情調査。大人気チェーントリトンさん丸山店にやってまいりました。相変わらず待ち客が絶えない大人気店ですね。だね。こちらはサロマ産バフンニを軍艦じゃなく手巻きスタイルで提供されてました。かなりいい状態のウニでござる。やっぱりサロマ産の流通は安定してますな。甘みもあるし粒もちゃんとしてる。今年のウニ事情を考えるとかなりいい感じなんじゃないでしょうか。サロマさんにしてはちょい高いのかなってところですが。そうだね。普通のお寿司屋さんだと 1,2 貫じゃ帰れないけど、回転寿司だとサクサクっとつまんで帰れるからいいんだよね。まさかのウニとマグロとイカで撤収。させんトリトンさん。9. Minami Niju Gojo Nishi 14 Namuro Hanamaru。札幌1号店としてオープンしてから今年で24年目を迎える南25条店。去年6月にリニューアルされてからは初訪問。札幌1号店なんだ。いやさすがでしたね。やっぱり花丸藩、稚内産紫ウニ1貫726円。かなり立派な見た目は完璧なオリウニ。これ塩水じゃないと思うんだよね。オリウニ使ってるのは珍しいと思うんですけど、やっぱ濃厚。紫ウニにしては甘みが強いですね。ほとんどのお店が塩水ウニだから、こういうのって嬉しいね。ウニ食べてるって感じするもん。やっぱ全くだ。やっぱ小樽の市場のおばちゃんじゃないけど、塩水はどっか水っぽいっちゅうかね、物足りなさは否めないもんな。相当丁寧な下処理してないとさ、海水塩辛いしね。水切りして2時間は寝かせなきゃダメみたいよ。やっぱそういうことなんだ。いやさすがですね。イカに感服。今年はイカが不良でいかがなものかって具合のが多い中、
今年一番のイカがいただけました。さすがは根室花丸さんです。やっぱ花丸さん群を抜いて美味しいでござるね。ござるね。10. Otaru Issei Sushi。 小樽駅構内にある立ち食い寿司伊勢寿司さん、飯旅では何度も紹介させていただいております。はい、やはり回転寿司には真似できないさすがは握りの寿司屋ってやつがいただけます。ここは紫ウニも馬糞も食べ比べでいただけるっちゅうのが嬉しいじゃないですか。今回食べた中で最高峰のウニでしたね。小樽産の紫ウニも美味しいけど、利尻産馬糞ウニ最高でした。甘い塩水だけど丁寧な下処理されてるのかしら。塩辛くないし水っぽくない、甘いの。濃厚。値段も大手回転寿司より逆に安いしね。ってことで札幌から気軽に行けるウニ事情について調べてみました。馬糞が取れないって聞いてたから漁にも出てないのかな思ってね、早起きして漁港ウォッチングから始めちゃいました。初めて見た。あれすごいね。なんかボートレーサーみたいなさ勢いで出てくるんだね。そうなんだよ。小樽は5時かな、一斉にね岸壁の上から見てると面白いんだよね。運がいいとねすぐ目の下の岩場でウニ取りしてるのを見れるんだけどね、今回はみんな遠くへ行っちゃいましたね。あの足でオール操作してさ一人でやるやつ。そうそう、器用だよあれねえ、ひっくり返っちゃいそうね。今回は札幌から積丹あたりのウニ事情だったんですが、これから夏に向けて北海道ベストシーズン到来ですんでね、ウニが安定して取れているサロマや根室の方にも行って引き続き調査を続けたいと思います。なんかサロマとかウニ丼安いのかもね。サロマでウニが取れるとは知らなんだね。そうだね、ホタテよね、サロマ言うたら。楽しみ。ホタテバーガーにウニ。オホーツクの海の幸は美味しいからね。あとね、釧路が最高級ウニの産地らしいんでね、そのあたりもつついてみたいと思います。皆さん、ウニはもう食べられなくなっちゃうかもよ。早いとこ食べに北海道においでやす。次回の飯旅はガチでまた食べたいオムライスです。お楽しみに。See you soon。ウニって実は我々ほとんど食べないですよね。はい。イクラは食ってもウニは食わねえってね。なんだ。まあそのうまいウニ比率っていうかさ、確率が低すぎんだよね。そうだね。明晩臭い苦いやつをつかまされて懲りてるっていうかさ。そうですな。今は技術が向上してるようでそんなんないみたいなね。チリ産のやつはやばいかもしれないね。意外と美味しいんだなっていうのはね。ただまあ動画の中には入ってない回転寿司いろんなとこでウニ食べてんです我々。はい。もうねこれウニかねっていうのが出てきましたからね。あったそれはあんまり言うとバレちゃいます、でもこんなに人生でウニを食べたことはないです。ないね。後にも先にも、朝から晩までガキの頃はウニ取ってたけど食わなかったからね。取るな友達が食ってた。俺はあんまり好きじゃないからっつって、そうだね。わーいって取るのが楽しい。だその馬糞と紫ウニって結構ね、紫ウニも高級ウニ丼として食べられてるけど、専門店があったりとかしてね、だけどその紫ウニって誰も取らないし誰も食わないんだよ実は浜じゃね、ただ馬糞があまりにも取れないからまあ本編にもあったけど紫ウニでも取っていかないと食っていけないって漁師がね、で紫ウニも取るようになったっていう感じなんだと。大変ですね。十分だよ紫で。まあ美味しいよね。もうやっぱりさほら馬糞食っちゃうとさ、だからどれぐらいの違いでしょうか。夕張メロンと青いタイの朝食バイキングで出てくるメロンの違いみたいな。なんかトゥルントゥルンのメロンそれぐらい違うよね。違うね。この塩水ウニが主流になってるのはなぜなのかっていうのはねちょっと不思議なところで、おばちゃん言ってたよね。まあ伊勢寿司のさ、やっぱああいういい寿司屋だと完璧に水切りしてね、海水っぽい味は全然しない感じで出てくるけど、他の回転寿司とかの塩水ウニはね、かなり水っぽいっていうかさ、そうって感じなんだろうね。そして
加工した直後のやつはちゃんとウニの形が残ってるけど、ずーっとその塩水に使ってっから日に日に溶けてくよね、やっぱりね。そうだね。だからこう半溶け状態みたいなのが出てくることも多々あり液状手前みたいな、だからそんな中でやっぱり花丸さんのしっかりしたこうウニの模様が見えるぐらいのね、シワというか、ブチュブチュっていうね。いや、さすがだねっていう感じでしたね。まあウニよりイカに感動したんですよいや、もうシャリとね、イカも俺たちほぼ食わない、寿司でねでもこのイカの鮮度っていうのは本当寿司屋の心意気を知る上で、分かりやすいよね、本当にはっていうのを出す寿司屋が回転寿司が多いよね。本当に多いですね。噛み切れないからね、いわゆるゴムっぽいってやつですね。やりならまだパリって言うけどさ、マイカでパリっていうのはないね。花丸以外じゃ体験したことがないね。